RPI-212、ヴィンセント。コードギアス、反逆のルルーシュ R2 に登場する勢力、新生ブリタニア帝国にて開発された、第7世代に分類されるナイトメアフレーム。記憶を改変されたルルーシュを監視するため、ギアス教団から弟役として送り込まれた、我らが雑巾、ロロ・ランペルージのナイトメアとして初登場。なぜ雑巾か、それは反逆のルルーシュ R2、第4話でのルルーシュのセリフに起因している。ナナリーがいるべきところを奪い取った偽物め、散々使い倒して、ボロ雑巾のように捨ててやる。それはさておき、R2 の序盤、ゼロとして復活したルルーシュによる、対ブリタニア戦略の最中、機密情報局の権限で、正規軍から借用した本気にロロが騎乗。新宿事変のランスロットを彷彿とさせる突破力で、黒の騎士団残党のナイトメアを短期で次々となぎ倒し正規、ゼロの護衛としてついていた、グレンに指揮や激化を申しのけ、ルルーシュを撃墜寸前まで追い詰めた。ナイトメアとしては、黒の騎士団をはじめとする、反ブリタニア勢力で台頭したインド軍区勢ナイトメアにより、従来主力機の優位性が失われつつあることを忌避したブリタニアが、エリア11で驚異的なスコアを叩き出した、特別派遣共同技術部の第7世代ナイトメアを次期主力のスタンダードとするべく、ランスロット量産化計画、通称ヴィンセントプランを開始する。ランスロットの予備パーツで、複数機組み上げられた、ランスロットトライアルや、その他、ランスロットタイプの運用データをベースとしており、グラス号から継承されていたコンポーネントを完全に排除した新系統のナイトメアとして、初期量産試作型の本機がロールアウト。地上での3次元運動を可能にする機体出力、アクロバティックな走行を可能にする、逆部と片部先端、計4つのランドスピナー、従来製の光学測定距離を上回るファクトスフィアなど、第5世代のサザーランドや、その発展機であるグロースターをはるかに凌駕するスペックに加え、MVS の運用形態の多様化、攻防一体式のブレイズルミナスなど、武装選択の汎用性が拡張されており、あらゆる戦略、戦術に対応できる第7世代ナイトメアのハイエンド量産モデルである。ただし、帝国屈指の騎士、ナイト・ブラウンズでさえ扱いが難しいとされるランスロットの特性は、本機においても健在であり、EU の白ロシア戦線で機体を運用したナイト・オブ・テンノルキアーのブラッドリーは、自身のエース揃いのインペリアルガード、グラウサム・バルキリエも、その性能に食われかけており、主力量産機として採用するには、さらなるスペックダウンが必要であることを言及していた。とはいえ、その後も初期量産試作型の仕様のまま、各インペリアルガードや精鋭機種を中心に配備が進められており、ルキアーの専用機であるアーシバルのベースとしても使用されたほか、いくつかのカスタマイズ機が登場している。R2 後半では、後期量産型のヴィンセントボードが主力機として配備され、指揮官機仕様やハイグレード機のブライトンが少数運用された。続けては、ヴィンセントの主な武装について、アサルトライフル。ナイトメア解説シリーズでも何度も登場してきたブリタニア製アサルトライフル。ハンドガン。主にインド軍区製の暁タイプで使用されている倍装式機関砲。黒の騎士団によるギアス強弾襲撃時、ロロ機に装備されていたスラッシュハーケン。ランスロットと同様に両部に搭載されている強化型スラッシュハーケン。従来機とは形状が異なり、射出時にクロー部分が展開する MVS ランスタイプ。運用形態を変更可能にした新型の MVS。コックピット下部の両側面に刃を露出した状態で喧嘩されており、柄を連結することで長さを武器となるが、連結せずにソードとしても使用可能。ニードルブレイザー。ブレイズルミナスの技術を転用した両肘部の固定装備。発生機にチャージされたエネルギーを接触させた鉄器に放射する。ナイトメアや超大型スラッシュハーケンを一撃で破壊するほどの威力を発揮するが、リーチのない発生機を構えて接近する必要があるため、ランスロットやグレンのように、近接格闘戦の技術が要求される武装。障壁として展開し、防御に使用することも可能である。複数のカラーバリエーションのうち、ゴールドカラーは、ランスロットトライアルへの騎乗経験もある、
トーマス・キンメル卿の機体を、ロロが強奪したもの。ロロの操縦技術もさることながら、他者の体感、時間を止めるギアスを併用することで、通常のナイトメアでは成し得ない、驚異的な戦果を上げている。黒の騎士団の公開処刑時、再度ゼロとしてのルルーシュを追い詰めるも、ルルーシュの攻撃により、ロロが籠絡され、共に雑巾と化す。その後、ルルーシュの紙幣となった、ロロ専用機として、インド軍区製フロートユニットの飛翔滑走翼を装備。ギアス教団殲滅作戦中、領主 V2 のカルナイトギガフォートレス、ジークフリートとの戦闘で大破し、以降は登場しない。劇場版の反動では、R2 の序盤から中盤までの部分が、スザク視点に再構成されているため、ギアス教団殲滅作戦からの登場となる。グレートパープルカラーの機体は、部隊間通信能力や、ECCM の高端性が強化された指揮官機仕様。コーネリア・リブリタニアの騎士であり、帝国の先槍と呼ばれた、ギルバート GP ギルフォードのナイトメアとして太平洋上の戦闘で初登場。第二次東京決戦時、ギアスの関係により、黒の騎士団側の戦力として多数のブリタニア軍機を撃墜し、最終的にはランスロットのフレイヤに巻き込まれて機体は消滅。それ以降、復活のルルーシュでのギルフォードは、コーネリアの側近として、超合衆国製のナイトメアであるクイーンローゼス B 型に騎乗している。ルルーシュ皇帝下のブリタニア軍では、大フレイヤを目的とする第3特装師団をはじめとしたナイトメア部隊の指揮官機として少数が配備されていた。グラウサム・バルキリエ機。ナイト・オブ・ラウンズ、ルキアーノ・ブラッドリーのインペリアルガード、グラウサム・バルキリエのナイトメア。ピンク系統の塗装が施されており、コーネリアの元侍従、リーライナ・ベルガモンや、元グリンダ騎士団にも所属していたマリーカ・ソレイシーら、女性騎士のエースが騎乗。劇場版の王道では、マリーカの兄であり、旧純血派の、QL ソレイシーとその他、男性騎士が騎乗しており、まさかの生存していた驚きと、そのカラーに男性騎士だという驚きを、視聴者に与えた後に爆散した。ブリタニア皇帝、シャルルのインペリアルガード機も登場しているが、ルルーシュのギアスにより、遥か格下のサザーランドヤーからの不意打ちを受けて撃墜されている。総合ノーズ O2 では、ヴィンセント・グリンダや、ブルートーン仕様が登場。ヴィンセント・グリンダは、旧スペイン、エリア2-4の総督兼、ライグリンダ騎士団団長、マリーベルメルブリタニアの直属部隊、リドールナイツのナイトメア。旧グリンダ騎士団エースの戦闘データをもとに、最適化したバトルプログラムを搭載し、並以下の操縦技量でエース以上の戦闘が可能。初期量産試作型であるにもかかわらず、マリーベルの行為と同じく、88機という驚異的な配備数を誇り、絶対服従のギアスで自我を喪失した女性騎士が騎乗することで、無慈悲なキリングマシーンと化す。リドールナイツの存在は、ライグリンダ騎士団の内部にさえ秘匿されているが、その配備数ゆえに、大量のパーツを保有していることから、ブリタニア帝国内においても、マリーベルの異常性を悟られる要因となっていた。作中後半では、ゲットーでの度重なる大量虐殺により、ナイト・オブ・ナイツのライアーを含めた、グリンダ騎士団の主要騎士が離反する事態を招いている。エリア2-4での最終決戦時、ダモクレスの護衛部隊として、オルフェウスやオルドリンたちの前に立ちはだかるが、エルファバの無差別砲撃により、部隊は壊滅した。ブルートーン仕様は、オルフェウスの旧敵の一人、オヤグロジボンの部下である、天草のナイトメア。外観に差異はないものの、ブルートーン仕様にカスタマイズされた機体。強襲部隊を率いていた天草の力量を示し、劣化白煙にダメージを与えたものの、ブレードでコックピットを貫かれ、撃破された。その他、専用カスタマイズ機を含めると、サザーランドにも迫るほどのバリエーション数を誇り、コードギアス第2期シリーズの実質的な主力機と言っても過言ではない。以上、ヴィンセントについてでした。性能向上機やカスタマイズ機は、また別の動画でのお楽しみ。今後もコードギアスやフルメタルパニック、その他の作品のメカも解説していきたいと思います。それでは、今回はこの辺で。